の誕生日です。抱負は個人面談があるということで、ちょっとお姉ちゃんがね算数が苦手、教えてあげればわかるんだ。私は罪悪感を持ってるんだけれども、本日は成績桜ヶ丘に泊まります。そんななんだ見てパパ、マドンナをすっごいバイバイ。いいじゃんいいじゃん。個人面談なんですが、先生の印象としては、はい、こんにちは。今実は夫婦で車で移動中です。朝の何時だ？10時だ。10時。今日はですね、なんとパパの誕生日です。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ご生誕されまして、はい、今日がその記念日ということで、はい、誕生日ご生誕祭ということでね、今日はということで夫婦で出かけようじゃないかということで、まずはですね、お風呂に行こうと思ってます。こなしでね、ゆっくりお風呂に入りまして、その後なんとお姉ちゃんの小学校の面談があるということで、個人面談があるということで忙しいです。もう刻んでます。今日4時にはもう面談始まるので、もうお風呂パッと浴びて4時から個人面談をして、そして、子供たちをピックアップして家族全員で、ご飯でもね食べに行きたいなと思っているところでございます。はい、まずはお風呂ね、ちょっとね、なかなかないからね。ないね。子供の面倒見ないでいいの。旅行行ったりとかしてさ、温泉入ることはあってもさ、もう入った気しないよね。子供のさ世話があるから。サウナとかも全然入れないじゃん、子連れだと。全然無理で無理。でもちょっと最近動悸息切れが激しいからさ、私さサウナ入って大丈夫かな。とりあえず今お風呂に向かってます。遊園地の隣のお風呂なので、後ろにジェットコースターが走ってます。テラスもあってすごい気持ちいい。サウナ入ってここ来たら野外で整えるね。いいですね。じゃじゃーん、来ました。犬についた。お酒は我慢します。この後岩盤浴するしね、夜もねいっぱい食べたいからね。個人面談があるということで、これ大盛り？抱負は健康だね。健康だね。なんか昔は仕事でこうしたいから、仕事頑張って稼いで、最近もなんか健康になっちゃって。仕事あっても体壊したもん。本当にそう。体って一番の資本だよ。命がないと何にもできないから。お金があったって不健康だったら旅行も行けないし遊べないもんね。そう。体を整える。肌もしっかり、ダイエットしっかり、身の回りを整える。まず俺の部屋の掃除かしない。それ、豚箱はひどい。個室を与えられてんのにさ、家族で唯一。あれはひどい。昨日久しぶりの友達たちに会って、ちょっと階段上がると息切れするっていう話をしてる。でもみんな朝5時に起きて散歩してる子もいるし、はるちゃんは夜ウォーキングしてるんです。私よりちょっとお姉さんもいて、階段上がって、もう階段なんかもちろん駆け上がれないし、上がって辛い動機みたいにするんだけど、それ以上に足が出ないですね。もうもつれる。まあでも諸先輩方がいるからね、すごく参考になります。でもみんな美容医療とかさ、エクソソーム売ったんだけど100本ですごい綺麗。マジでもう女優さんみたい。私も45か50でやりたい。まあ、病気したりとかさ、病気かもっていうことが起きるとマジで健康のありがたさで実感する。だって今までの計画が全部崩れちゃうの、体がなかったら。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。抱負は健康第一で、身を整えるという、健康と美容とね、整えるという、はい、頑張りましょう。はい、入ってきました。子供がいないとさ、こんな楽なんだって感じ。自分のことだけでいいから、着替えも洗ったりお風呂入ったりするのもさ、なんか休憩所のカウンターとか仕事してる人とか会議してる人とかいて、めっちゃリモートワークいいなと思って、あんなとこで温泉で仕事してる、羨ましい。結構いたよね、仕事してる人。今から急いで戻りまして
個人面談ということで、ちょっとお姉ちゃんがね算数が苦手って言ってみんなから遅れちゃってるっていう意識があるみたいで、自分の中ですごいのよ。みんなパッパッパッパ、多分クモンだったりチャレンジだったりを事前にもやってきてるから、計算がもうどんどん先行ってきちゃう。で指も使わないでできるとか言って、でも私は指使ってるしとか言って、まだこの10のまとまりとか繰り上がりのところがやっぱりちょっと分かってないところがあって、でそれをね私も見てあげれる時間がないからさ、ゆっくりだから彼女も教えてあげれば分かるんだろうけど、その時間が取れてないっていうことに私は罪悪感を持ってるんだけれども、担任の先生にも相談しつつ、であと今度そろばんをちょっと体験授業に行ってみようと思ってて、そろばんを始めようかなって思ってます、お姉ちゃん。っていうのも私もパパも計算すごい苦手だから、そろばんの子たちって暗算すごいじゃんね。頭の中でパッてできる、あれちょっとかっこいいなと思って、計算とか数字に楽しく慣れてもらいたいなっていうのがあって、なんて言ってちょっと調べたら令和の人気習い事第6位なんだって。今そろばんって令和に入ってからすごい急上昇してるらしくって、今サッカーより上らしい人気が。そうそろばんのね。とりあえず個人面談向かってみますもうやだ、毎回じゃんまたスリッパ忘れたよやだ。ということで全員揃いました。じゃじゃーん。唐揚げとか食べる？これパパ誕生日です。じゃあパパお誕生日おめでとう。が到着します。楽しみに待っています。お待たせしました。やばい。やばいやばい。もう止まらない。忙しい。もうみんながお腹ポンポコになっちゃう。美味しい。この油を体から抜いたのにまた取り込むというね。おー、帰ってきた。スーパーヒーロー。スーパーヒーローじゃなくて手洗って。僕たちがあったし。眠いんじゃん。おはようございます。朝7時のまま子供と一緒に寝ちゃって、それで実は3時半ぐらいに起きてきて、まださすがに早すぎだなと思って、このリビング来てソファーで寝てたら二度寝みたいになって、結局起きたの7時。もう疲れが取れない。何時間でも寝れる。今日お休みなんですよ、祝日で。どこに行くかな。こんなとこ来ました。大体が運転してます。ブレーキ上。あ、ゆっくりに。京葉線ご利用いただきまして誠にありがとうございます。お次は成績桜ヶ丘に停まります。京葉線ご利用いただきまして誠にありがとうございます。そんな鼻ほじるんだ。鼻ほじらないよ。車掌体験だって。本日は東急田園都市線半蔵門線直通。この電車は急行南栗橋行き。三軒茶屋からは各駅に停まります。線が違う。見てパパ、マドンナを彷彿と。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、すごいバスの運転手さんにどうです？京葉バスの乗務員募集中です。現在募集中です。乗務員安室ちゃんの PV ごっこしたい。何どういうこと？安室ちゃんの PV、電車の中で撮ってる PV があるの。安室ちゃんの PV ごっこ。お
坂道でもどんどんの車が3つあるものってなんだ。車が3つ、轟。女性のほかお子様、介助が必要なお客様もご利用いただきます。はい、子供たちが寝ました。パパが寝かしつけをしてくれました。で、個人面談なんですが、担任の先生すごくいいね、しんちゃん。結果思ってることをそのまま相談して、算数周りの子がすごいできるって言ってて、計算ができるっていうことで劣等感を感じていて、それで算数嫌だ、苦手意識があって学校に行きたくない、勉強やりたくないっていうふうに今言っていて、そのことをそのままお伝えしたんですけど、先生の印象としては、できる、みんなできる、ちょっとそれ違うかもしれない、できない子全然できないですよみたいな。で、うちのお姉ちゃんに関しては全然普通にできてる方ですよっていうふうに言われてしまって、逆にそうなんですかみたいな感じで安心したんですけれども、もしかしたら長女なんかちょっと心配性というか完璧主義なところがあるのかな。担任の先生からはそんなに心配することではないし、いろんな子がいる中でできてる子ももちろんいるけどできてない子もいるし、うちの長女は普通にちゃんとできてる方なので、そこまで心配いらないですよっていうことでお話しいただきまして、そこは安心しました。家ではなんか双子がね、2人弟が下にいるっていうことで結構ストレスを感じていて、わざと片付けてとか宿題はと水筒出してとか、私たちのそういう声掛けに対して彼女なんかすっごいイライラして弟に当たったりとか、なんか弟を犬のように扱って遊んだりとかってしているので、そういうところがちょっとなんかストレス溜まってんのかな、人に優しくできるのかなっていうので心配だったんですが、学校の様子を先生に聞いたところ、ちゃんとなんかお友達のいいところを見つけられたりとか、協力し合って話し合いができたりとか、やっぱり家の様子と学校内、クラス内での様子はまた違うんだなっていうところで、社会性がちゃんと身についてるんだなっていうところで、私たちは安心しましたね。そんな話が聞けたので、とっても有意義な個人面談でした。パパの誕生日もあって、パパは誕生日は今年の目標は何回目今年の抱負は健康ということでね、はい、やってますけれども、整えるということでね、はい、やってますということで頑張っていきましょう。そんな2日間ご覧いただきました。頑張っていきましょうありがとうございました。